はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の星の動きをもとに、皆さんにとってこれからの1年がどのような可能性が広がっていくのか、そして手放していくものや起こり得るかもしれない想定外の変化や、また与えられている恩恵、そして最後に私から心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。今回はアストロロジーをもとにお話ししていますが、これは運勢天気予報みたいなものです。星のリズムを感じながら、皆さんにとってベストなタイミングで自分の中にある感覚で動いていただければ、きっとベストな現実が作られていくと思います。またタロットで見る2026年上半期の動画も公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。魚座さんの2026年は現実と心が調和していく年。広がる可能性。2026年前半はあなたの感性や創造性が大きく広がり、人生を楽しみたい、もっと豊かに生きたい、そんな気持ちがこれまで以上に膨らんでいきそうです。その流れの中で新しい挑戦へと背中を押されているような感覚になるかもしれません。これまでは遠慮していたことにも、今こそ動く時だよという宇宙の采配を感じる場面がありそうです。その分、挑戦のために時間やエネルギーを注ぐことも増えていくでしょう。私が独断で決めていいの？そんな風に心が揺れる瞬間もあるかもしれません。けれどそれは重い責任を背負わされるというのではなく、自分らしい選択をしていくために与えられたチャンスだと思ってください。自分で決断していいんだよ。もう以前のような制限は外れてるよ。そんな風に宇宙から優しく促されているような感覚です。2026年の前半は自分の感性や好きなことを堂々と表現できる機会が用意されています。これは私の人生なんだと実感できる瞬間も訪れるでしょう。そして後半になると、前半での挑戦や表現をどのように日常に根付かせていくかがテーマになります。健康運も少しずつ上向き、暮らしを整えたい気持ちが強まっていきそうです。新しいチャレンジから心地よい習慣へ、魚座さんの生活をより優しく、より快適に育てていく流れがあります。手放していくもの。2026年の魚座さんは2025年までに味わってきた苦しみや責任、制限からようやく卒業していくことができます。孤独やしんどさを抱えてきた人にとっては、まるで長いトンネルを抜けた後のようなすがすがしさが少しずつ広がっていくでしょう。これまで待っていなければならないとか守らなければならない、そう思い込んできた不安やこだわりも自然と力を失っていきます。自分を責めるのではなく、ここまで本当によく頑張ってきた、そうやって自分自身を誇りに思い認められる感覚が、この手放しのプロセスを優しく後押ししてくれているはずです。心の重荷が軽くなるだけでなく、体にも少しずつ変化が現れてくるでしょう。これまで健康面で不調を感じていた人は、ようやく自分にはまだこんなに活力があったんだと実感できるようになるかもしれません。想定外の変化。2026年の魚座さんに起こる想定外の変化は、出来事そのものよりも物の受け止め方や心の在り方が変わることかもしれません。2025年7月から11月に少しだけ触れていた住まいや家族、心の感覚の変化が2026年の春からよりはっきりと形になっていきます。引っ越しやリフォームなど暮らしの場が実際に動く人もいるでしょう。けれど多くの場合、一番大きな変化は家族に対する期待の持ち方や世間や世界に向けていた感覚そのものが変わっていくことなのかもしれません。こうあってほしいとか、こうでなければならない、そんな思いがほどけた時、不思議と大切なものは
すでにそこにあったと気づく瞬間が訪れそうです。過去の制限や困難さはあなたを守り強くしてくれました。そして今、その役割が少しずつ変わろうとしています。これからは起きた出来事や状況を責めたり否定したりするのではなく、それも今の私にはちょうどいいのかもしれない、そんな風に受け止められるようになるでしょう。その柔軟さこそが魚座さんをさらに自由にしてくれます。与えられる恩恵。2026年魚座さんに与えられる恩恵は、自分の感性を自分だけの無限の泉として信じられるようになることです。これまでは誰かのために犠牲になってでもと自分の感覚を後回しにしながら整えてきた人も多かったかもしれません。けれど2026年は自分の感性そのものがかけがえのない宝物なんだと気づいていく流れになります。経済面では安心や安定を大切にしたい気持ちが強まり、より真剣に向き合いたくなる人もいそうです。住まいを整えたり、心が落ち着く環境を作るためにお金を使う場面が増えることもあるでしょう。けれどそれは不安からの出費ではなく、自分を大切にするための投資です。お金を失うものとしてではなく、豊かさを循環させるものとして使えるようになったり、あるいはこれまで無頓着だった使い方を見直し、丁寧に管理していくようになる人もいるでしょう。どちらにしても、形あるものも形のない感覚も、自分の中にあるものすべてが価値あるものとして扱われていきます。それはお金という形で現実に育てていくこともできるし、感覚として内側で育んでいくこともできます。要するに2026年はお金という物質では換算できない本当に大切なもののために安心して人生のエネルギーを注げる一年です。そして価値は外に探しに行くものではなく、すでに自分の中にあったんだと実感していくことができるのでしょう。心地よく過ごすためのヒント。2026年魚座さんにお伝えしたいことは、形にとらわれすぎないでということです。お金を稼ぐことや何かを成し遂げることなど、目に見える成果に意識が向きすぎると、まだ足りない、もっと頑張らなきゃと心が追い立てられてしまうかもしれません。けれど形あるものはやがて姿を変え、いずれは崩れていくものです。本当に育てていきたいのは形のないものです。例えば光や感性、心の豊かさ、愛といったエッセンス、これらは誰かに奪われることはなく、むしろ意識を向ければ向けるほど内側で大きく広がっていきます。だからこそ自分の感性を信じてください。自分を喜ばせること、自分を認めること、そして小さなことでもこれでいいと思えるように自分に優しくしてあげてください。その姿勢こそがこの1年を最高に豊かな時間へと育てていく鍵になります。どうぞ魚座さんらしい光を存分に輝かせてください。宇宙は必ずその光を優しく映し返してくれます。素晴らしい1年になることを願っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。